皆さん、こんにちは。エマです。日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしでしょうか。今日は皆さんちょっとびっくりしたと思うんですね。いつもと顔が違う。いつも化粧をしてないので、ちょっと顔が違うんですけれども、今日はちょっと日本文化のお話じゃなくて、私の本音ですね。私の本当に考えていること、いつも日本文化のお話しするときは、笑顔で楽しくお話ししてるんですけど、実はいつもそうじゃないんだよっていうお話を少ししようかなと思って、ちょっと寝れなかったので、急遽動画を撮っています。そしてもうね、見てもわかる通り、そんな明るいお話ではないんですけど、タイトルにもある通り。そしてかなり多分難しい日本語になってしまうので、もしかしたらあんまり、日本語の勉強には役立たないかもしれないんですけど、もしよかったら聞き流し程度に、発音とかの練習のためだけにゆるっと聞いてもらえたらいいなと思います。そして、意味は翻訳機能を使いながら聞いてもらえたらいいなと思うんですけれども、今日お話ししていくのは、完璧主義について、タイトルにもあると思うんですけど、完璧主義についてお話ししていこうと思います。これはどういうことかというと、完璧主義っていうのは何事も完璧にしてしまうこと、何事も完璧じゃないと気が済まない人のことを完璧主義者というふうに言うんですけど、私は完璧主義者ではないはずだけど、ちょっと完璧主義者かもしれないんですね。これはどういうことかというと、ちょっと日本文化の話につなげると、日本って世界中からするとやっぱりご飯も美味しいし、安全だし、すごく暮らしやすい安全な国っていう風に思われているんだけど、実際私から見てどうなのか、実際私は日本で生きやすいのか、そういったお話をしていきたいなと思います。まず、結論から言うと、しんどいんですね。日本に住むっていうことは、個人的にはとてもとても、もちろん幸せなこともたくさんあるんですよ。もちろんね。私はきっとその本当にいい場所に、奈良県っていういい場所に住んでいて、ご飯も美味しいし、ちゃんとした家に住んで、優しい家族がいて、優しい友達がいて、とても幸せなんだけど、それでもなお、不意に苦しくなることがあるんですね。私は、睡眠障害というか、あんまり寝れなくて、もう本当にベッドに入って3時間くらい寝れないっていうことが多々あるんですけれども、こういったのも、ちょっとそういう、なんて言うんだろう、完璧主義みたいなものにつながってるのかなと思います。で、完璧主義、なんか小さい頃から私はよく結構頑張って勉強してきた方だったので、テストとかが例えば90点とか取るとするじゃないですか。でも90点、多分これは日本の悪いところなのか、私の先生たちがたまたまそうだったのかはわからないけど、私が90点を取ると、周りの子たちもだけど、なんかあと10点何があったのみたいな言い方をされることがよくあったんですね。あと10点。あと10点あったら100点だったのにって言われることがとてもとても多くて。なので、私はその90点、自分が100点中取れた90点よりも10点を気にしてしまう。
そういう性格なんですね。なので、例えば、皆さんいつもたくさんコメントとか高評価とかいっぱいしてくれて嬉しいんです。とても嬉しいんだけど、もしそこに一つ悲しいコメントとか低評価とかあんまり面白くなかったみたいなの言われるとどうしてもそっちが気になっちゃうんですね。もちろん皆さんに良かったよって言ってもらえるとすごく嬉しいし、私ももっと頑張ろうって思うけど、そういうたった一つの悲しい言葉にすぐに傷ついてしまうんですね。そういう性格で昔から本当に自分が嫌になることがあるんです。なので、この動画は別に特に何の意味もなく、寝れないから撮ってるだけなんですけど、あの、私は日本文化のお話とか、日本語に関するお話とか、日本語教師としてお話しすることがとても多いんですけど、でも、そんな私も日常生活ではこんな感じなんですね。今の私、こんな、もう、どちらかというとネガティブというか、あんまり、しんどいな、みたいな、毎日きついな、生きてんのやだな、みたいな、くらいの感じなんですよ、いつも。なので、伝えたいのは、難しいけど、人生、すごく難しいんだけど、ね、難しいよね。私は、本当に不安でしょうがなくて、今後、これから先、こうやって YouTube をして、今たくさんの人が見てくれてて嬉しくて、これからでもどうやって私は生きていくんだろう。今22歳なんですけど、あと8年後、30になった時は私は何をしてるんだろうって思うことがよくあるんですね。そういうことを考えていると、何をしてても辛いというか、ひとときひととき、今を楽しめないというか、そういったことに陥っているんですよ。でも、日本だけの、日本の人の考え方が完璧主義者が多いのか、それとも世界中にもちろんいっぱいいて私がそのうちの一人なのかっていうのはわからないんですけど、どうなんでしょうか。皆さんも完璧主義者の方いらっしゃいますか？そして、でもたくさんいると思う、本当に。辛い人がたくさんいると思うんですね。そして私みたいにきっと睡眠障害を抱えて夜寝れないっていう人もたくさんいらっしゃると思います。何を話したらいいのか全然わからないんだけど、でも、うん、大丈夫だよ、きっと。わかんないけどね。きっと今日本語を勉強している人も私と同じように悩んでいる人、たくさんいると思うんですけど、例えば語学を勉強してるときも、私の英語はまだ完璧じゃないから喋るのが怖いなとか思っちゃうんですよね。うん。毎日不安でしょうがなくて。うん、難しいね。旅に出ようか。ちょっと。ね。一度日本から離れてみるっていうのもありかもしれない。